皆さんこんにちは。ヨガインストラクターのまみえです。今回はバッタコナーサナウッタナーサナ合席前屈のポーズを行っていきたいと思います。前回前屈シリーズの1個目に立位の前屈を持っていったんですけど、なぜ1個目が立位だったかというと、座位で骨盤を立てられない方が圧倒的に多いからです。前屈が苦手な方のほとんどがまず骨盤を立てられていない方が多いです。骨盤を立てることがやっぱり難しい、苦手って感じている方が多いので、まずは1個目に立位を持ってきました。で、立位でだんだん内ももが伸びてきたり足の裏が伸びてくると、今度座った時に骨盤も立ちやすくなるので、今回から3つ座った状態の前屈を行います。合席、開脚、長座前屈って行っていくんですけど、どれもまず一番大事なのは骨盤を立てることです。足の裏を伸ばそうと思って前屈するポーズは、骨盤を立てることがスタートラインだと思ってください。骨盤が立っていない状態で前屈すると背中ばっかりが伸びて、いつまでも足裏が伸びませんので、そこだけは気をつけていきましょう。では始めていきます。では合席前屈の方法を見ていきましょう。まず合席前屈では足の裏と裏を合わせます。この状態が合席と言います。理想は左右の膝とかかとが横一直線に並ぶのが理想ですが、少し違和感があったり安定性が悪ければちょっとだけ前に出してあげてもいいです。骨盤が立つところでキープしましょう。形が作れたら膝を上下にパタパタと動かしてバタフライストレッチをしてあげます。だいたい 2,30 回くらいこれをしてあげると股関節周りが温まって前屈も入りやすいです。動きを止めたら手の形はどんな形でもいいんですけど、私のおすすめは親指を土踏まずの上あたりに乗せてあげて、残りの4本で足の甲、つま先あたりを包んであげる。で、この親指で本を開くように足裏をパカーッと開きながら一緒に前屈してあげると、外旋と外転が深まって前屈しやすくなると思いますので、ぜひ皆さんもやってみてください。ではまずは吸う息で腰背中をピーンと伸ばします。吐く息で背中はまっすぐなまま、首の角度も同じ角度をまっすぐ進んでいきます。また吸う息でお尻の穴から頭までピンと伸びて、吐く息でお腹と足を近づけるイメージ。何回か呼吸と一緒に繰り返すと深まりやすいです。まずはおでこをつけることを目標にしてみましょう。おでこがついている方は次は鼻先へ、鼻先がついたら次は顎先をつける努力をしてみましょう。戻るときは腰からロールアップで起き上がります。横から見たバージョンも行っておきます。手の形は親指で土踏まずの上あたり、残りの4本で足の甲を包んでいきます。また吸って背中を伸ばす。吐く息で前に。この時この首の角度が下に曲がらないように、まずは一直線のまま倒れます。なのでちょっと斜め前を見ておいた方がいいですね。吸って背中伸ばす。吐く息で同じ角度で一直線に降りる。吸って伸びる。吐いて倒れる。まずはおでこ、次は鼻先、次は顎先。合席前屈をできるようになるには、まず合席ができるようにならないといけないですね。合席を組んだ状態でいつまでも座り続けられるほど骨盤が立って背骨も伸びている状態、安定した状態を作れるようになっておきましょう。そのための練習方法を紹介します。合席を作ってみてかなり膝が浮いてしまったり背中が曲がってしまう方はブロックを用意しましょう。そしてそんなに膝が浮いてない、あともうちょっとで安定しそうという方はブランケットでもいいです。こんな風に軽く折ってもらって、ちょっとだけ高さを出してお尻の下に敷きます。この他にベルトがあるとなお練習しやすいです。では使い方を見ていきますね。まずブロックはお尻の下に敷きます。次にベルトを体の上から通していきます。体の上から通せたら今度はこのままこの足にかけていきます。ちょうど足の甲をぐるっと囲むように、この形ですね。骨盤から足にかけて前に通ってます。ベルトを調整する持ち手は自分が手前に引けるような向きにしておきましょう。このベルトの調整で自分にかかる負荷を調整していきます。後ろから見たベルトの位置はちょうど仙骨に来ています。足は一度写真をお見せしていきます。
ベルトで強さが調整できたら、足は前に出す感覚、体は後ろに持たれる感覚、壁に背中を預けるような感じでちょっと後ろに重心をかけてあげると骨盤が伸びます。ベルトでホールドされることで内ももにより意識が向きやすいと思います。股関節の可動域が広がっていく感覚を感じて、このままテレビを見たりして過ごしてみてください。だいたいこれで5分ほど毎日過ごしていたら、合席は簡単に作れるようになると思います。骨盤が立つようになってきたら、ここから前屈を入れてみましょう。今の方法で合席が簡単に作れるようになってしまえば、あとは前屈は楽にできるようになると思います。もちろん楽にといってもそんなすぐに前屈が深まるわけじゃないんですよね。私はすごいガチガチだったので2年かかってしまったんですけど、最初は吸って伸びる、吐いて深めるでこのくらい、本当にこのくらいでした。これを毎日2年続けて今は顎までつくんですけど、そのくらいかかると思ってください。逆にそんなに体ガチガチじゃないよという方は、毎日やってれば1ヶ月くらいで全然おでこはつくと思います。なのでまずはおでこをつく練習、次は鼻先、次は顎先とどんどん深めてあげて、このおでこがついている状態っていうのは背中が丸まってる状態なんですよね。鼻先や顎先をついていくっていうのは、だんだん背中が伸びてる状態で前屈が深まってるっていうことになるので、背中が伸びる状態で前屈をできるようにぜひ練習してみてください。ではこの動画が分かりやすかった、参考になったよという方は、いいねボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。胸の前で合掌していきましょう。この後の時間が皆様にとってより穏やかで素敵な時間となりますように。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。